こっちに来い。プライだぜ。ザ・ハンド・ザ・ワールド。はっ。おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画は前半ソロ、後半ペアの奥安だよ。実装から長らく空間削りで猛威を振るっていた本キャラだけど、シーズン10の調整で結構な弱体化。まず空間削りの消費量がわずかに増えたことで、構えて精神力の自動回復を使わないと2連発が不可能に。ペア戦でダウンしたキャラを空間削り連発で引き寄せる際に微妙に間が入るようになったけど、正直あまり影響はない。それよりも問題はレベル3の精神力上限値アップの削除。これにより攻撃回数が開幕から増加しなくなり、空間削り後の追撃可能回数も4発で固定。単純に考えてチャンス時に叩き込める火力が、以前よりもパンチ1発分減ったわけなので結構な痛手となる。しかしながら火力が中間以下のキャラに対する脅威度は依然圧倒的。他にもバニシングで多数の攻撃を回避できる上後半に強く、多くのキャラにとって脅威となるディアボロに対して天敵となれるキャラでもある。ただして数が減少したことにより仕留めきれなかった時に反撃を受けるリスクは増加。特に近距離タイプに仕掛ける際には今まで以上にシールドを蓄えてからの戦闘が大事になる。さて残りはプレイヤーのみか。そして結構走り回ったけどシールドが満タンにはなっていない。しかしこのようなら奥安のアルティメットを使えば満タンになるので、それまで余計な消耗をしないようにしていこう。残りのキャラはリゾット、ブチャラティ、ジョータロウ、ハイディオ様か。ジョータロウとハイディオ様を最後に残してアルティメットの標的にされるのは何としても避けたい。どこかで隙を見て狙っていきたいところだ。敵ならちゃんとこの目で見てるぜ。無駄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 。お、リゾットがやられたか。ジョータロウやハイディオ様も残しておきたくないのはお互い様なので結構削り合ってる模様。こっちに来い。やはり奥安は高台からのガオンが強い。ザ・ワールド。ジョータロウが落ちたとなれば当然こちらを狙うよな。止めない。距離が遠かったのでなんとか直撃は避けられたか。ダメージは大したことないが、アルティメットを1回使った上にもう1人いる状況ではあまり楽観できない。特にハイディオ様の火力はロードローラーなしでも脅威だ。味わわせてもらうぞ。てめえを削り取りたくてうずうずしてんだぜ。貴様、この西村奥安が仕留める。今度はダメージ覚悟で突っ込んできたか。引き際を間違うと道連れにされて勝ちの目が消えるのでしっかり下がってリスクは最小限にしたい。うるせえタモがこのデオが。さて残るはブチャラティ。もう少しエリアの縮小を待てば上からの空間削りとアルティメットで有利に戦えるが、もうどっちか考えるのはめんどくさい。俺がケリをつけてやる。甘いな。スティッキーフィンガー。おい、少し離れる。タコ殴りにしてやる。まずい。逃げてんじゃねえぞ。次の攻撃は逃れられるかよ。勝てればいいっすよ。勝てれば。いくらなんでも最後の飛び降りは雑すぎたけど、なんとかブチャラティのダイブをキャンセルして殴り合いに持ち込み撃破。確実に行くならもっとエリアが狭くなるのを待ってアルティメットで畳みかけるのが良かった。しかし手数の減少はシールドが十分ある相手と戦う際には結構響く。奥安のアルティメットはジョウスケほど無茶が効くわけではないので、最後の1回はよく考えて運用していきたい。それでは次の対戦行ってみよう。全員タコ殴りにしてやら。今度はペア戦、相方はホルホースだよ。さて空間削りがないと始まらないのでとにかくチップの確保を最優先。以前はレベル3の精神力アップにより空間削りからの追撃で5発入れられたので、早々にプレイヤー戦でかなり有利になっていたが今はそれもない。シールドのないうちは近距離タイプと遭遇した時引き寄せても倒しきれなかった時、反撃で逆にやられてしまう可能性があるので慎重に行きたい。お、そこのダービーの四角横取りできないかな。なんたるバカだ。は
早く逃げよゲロを吐くぐらい怖がらなくてもいいじゃないか。もういやこいつシールドなしでノーマルディオ様と殴り合うのは無理。空間削りを使ったら逆にやられかねないので反撃は考えず、相方の方に逃げよう。ヘイカモンおナイス危ねえ相方のおかげで命拾いした。結局チップは1枚しか取れなかったがもうどうせアルティメット抜きならレベル2も3もステータスは変わらない。ここはしっかりアイテムを集めて次のプレイヤー戦に備えよう。さてかなり回復できたぞ。正面からジョリーン。てめえは俺の相手だ。俺のザ・ハンドはあんまり手加減ができねえぜ。タフな女も嫌いじゃないぞ。よしジョリーンがダウン。たとえ手数が少ない状態でも攻撃力の低い相手に対しては依然圧倒的有利。ジョリーンのペアが駆けつけてきたようだがここは遠くまで引っ張って確実なチップ確保を狙おう。もしもあそこにいるディオ様が時止めを持っていて壁になるはずの私がやられてしまってもお話にならない。ジョリーンのチップは2枚か。ここは1枚ずつ取って私は次に3枚取った時レベルマックスになれるように。相方にはアルティメット一発目を解放してもらおう。さてできれば後半までにもう1ペア倒してチップを奪いたいところ。西側のエリア際に逃げ遅れたペアがいるな。行こう出発。おうよしがっつりダメージエリアを背負ってるぞ。何トロトロのんびり歩いてんだお前らいけそうな気がする。ここは逃げて次の機会をダメだ。空間を削り取る。すると瞬間移動ってやつだ。射撃タイプに対する相性も依然圧倒的だな。これで十分な余力を残したまま後半に備えられるぞ。さて残り人数を、ざっと見た感じ確認できるのはディオ様が複数。ここで最も有効なのは私らで高台を制圧して延々と撃ち下ろす戦法。相方は曲がる弾丸やアルティメットで屋内にも攻撃できるし、顔を出した相手は私が空間削りで引きずり下ろす。顔を出すのを嫌がって狭い建物にいつまでもいたところで、他のプレイヤー同士でぶつかって消耗せざるを得ない。下で一人ダウンしてるな。あとはハイディオ様が見えたのでロードローラーに警戒だ。ザ・ワールドロードローラーが来た。使用後屋上にワープしてくるのでただでは返さない。死にてえのがてめえ。甘く見たな。相方は爆発を完全回避し私はアルティメットで受けて軽傷。しかし下のプレイヤーにはもろに爆発が入ったのでただでは済んでいないはずだ。あとは他のディオ様が時止めを使っても攻撃が届かないポジションをキープしてエリアの縮小を待つ。カモンディオさんよ。貴様てめえを削り取りたくてうずうずしてんだぜ。俺を舐めきってそこんとこを予想しなかったアンさんの命取りなのさ。さあもう相手にここを攻撃する手段はない。あとは相方のアルティメットを撃ってもらえば終わりだ。やってやる。ザ・ハンド・ザ・ワールド。脳みそ床にぶちまけやがれ。やるじゃねえか。俺たちは無敵だ。無敵のコンビだぜ。高台を占拠し逃げ場のないプレイヤーたちを相方が蜂の巣にして勝利。奥安がいる限り普通のキャラが高台を奪い返すことは困難を極める。結構痛い修正を食らった奥安だけど、相手や立ち回り次第でまだまだ強みを発揮することができる。序盤からきっちり援護してくれて後半も完璧な立ち回りを決めてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。